ではですね、ポジションどうかなというところなんですけれども、これもね、適当な場所に座ってる評論家多いんで、一番シートの座りのいいところですね、そこに今座りました。この状態でハンドルをまっすぐにします。背筋は地面と直角の位置になってます。この状態で腕をスッと伸ばします。そのまま下げてきます。そうするとグリップが手に当たる場所、ここがですね、ここから先は有料となります。嘘です。マサチャンネルを助けると思ってチャンネル登録をお願いいたします。わずかな広告収入がレンタルバイク費用になっています。どうもマサチャンネルをご覧の皆様、こんにちは。モータージャーナリストマサです。いやー、36度きついっすね。きついっすけど、元気よくやっていきたいと思っております。レンタルバイクレンタルバイク出玉の勝負の時間ですということですね。まあ見てお分かりの通り、今マサチャンネルが一番乗りたいバイク、いやーかっこいいですね。スズキ GSX-8S です。いや実はですね、V ストローム 800DE を乗った時に、このエンジンがロードバイクになったらめちゃめちゃいいだろうなって思ってたんですけど、で乗りたかったんですけど、やっとねレンタルすることができました。それで乗るんならこの白がいいってずっと思ってて、これはねマジかっこいいですよ。まずねこう初見からまずね足回りとかエンジンとか、それからスイングアーム、こういったところがですね全てブラックアウトされてます。でこのトラスフレームとホイールのこの青ですね、いやめちゃかっこいいです。これよく鈴木チャッチーとか言う人いるけど、全然そんなことないですよ。質感すごくいいですよ。いやーかっこいい。で僕が今乗ってるバイクがですね、大型の方が CB650R なんですよ。スペックほぼほぼ同じなんですよ。シート高が810、これも CB650R も同じです。で CB650R は年式によってね、触媒の大きさとかで重量が変わってくるんですけども、僕が乗ってるのは201キロで、今は203キロになったのかな。で、8S さんも202キロです。ほとんど変わんないです。でこう見た目の車格もほとんど変わんないです。なので排気量は違えどミドルクラスライバルと言っていいかなというふうに思いますね。あとは好みの問題でね、2気筒なのか CB みたいに4気筒なのか、僕はね CB4 気筒が好きってわけじゃないんですけど、4気筒の唯一無二性というか、そういうので惹かれてですね CB650R にしたんですけれども、別に2気筒パラレルツインが嫌いなわけじゃないので、でだよ、小型からステップアップしたりとかした人がちょうどこう注目しているサイズだと思うんですけども、結構ね見てると評論家の皆様背がでかい、小柄な人の参考にあんまならないんじゃないかなっていつも思ってるんですね。小林由紀さんはちょっと、もう別企画というかねなかなかねあそこの身長で乗れるっていう人もなかなかいないので、もう別企画だと思ってください。なので私ぐらいの身長でレビューしてあげるとですね、非常に分かりやすいんじゃないかなと思うので毎回やっておりますけれども、お待たせいたしました。シャキーンマサチャンネル、本日のスペックを紹介いたします。身長164センチ、体重58キロ、そしてですね足つきに大きく影響すると言われております
こちらチン、また下 76.5 センチとなっております。なので同じ身長の人よりも多少長めです。でかつちょっと肉付きがこの辺あんまりないので、意外と164にしては足がつく方だと思いますっていうのを頭に入れながら見ていただけるといいかなというふうに思います。ではですね、早速またがってみたいと思います。これ熱いんだよな、もう。行きましょう。まずこっちちょっとこう高くはなっていますけども、そんなに混乱になってるわけじゃないので、またがりやすいかなというふうに思いますね。またがります。シートの一番いいところですね。スーッと座るとね、こうタンクにね、チンチンが乗っかってるぐらいのところにね、あっち座ってる人よ、評論家ね、評論家ですよ、プロの。そんな人の見ちゃダメです。やっぱりね、シートの一番いい座りのいいところに今座りました。ハンドルをまっすぐにします。この時点で左足はべったりついてます。ではですね、起こしてみます。202キロです。これね、びっくりするぐらい軽いです。CB との比較になるんで、 CB も乗ったことないよって人もいるかもしれない、ほとんど乗ったことないと思いますけど、感覚的には CB よりも起きた感じは全然軽いですね。そしてですね、起こしたらサイドスタンドを払って足を踏み替えます。踏み替えますよ。スッ、見えてるかな。この時点でね、どうかな、どのくらいって言えばいいんでしょうね。限りなく土踏まずに近いところがついてます。かかとはつかない、かかとはつかないけど、限りなく土踏まずに近いところまでついてます。サイドスタンドを払います。サイドスタンドなんですが、非常に立派なスタンドがショイーンって出ておりまして、ヒゲもですね、立派なですね、ヒゲがですね出ております。なのでしかも払いやすい場所にあります。カコン、全く問題ないです。踏み替えます。この踏み替えた時の車体の安定度、ぐらつきとかそういったのも非常に少ない。非常に安心です。これはもう250ぐらいの車体にまたがってるんじゃないかなっていうぐらい非常に安心ですね。出ました、久々に安心の塊、安心鎌足りです。さて、両足いってみますか。両足、両足ね、コンビニとかの駐車場に止めるときにこうパタパタパタってするときについた方がいいですよね。つかなくてもいいんだけど、別に。そうですね、シートの一番いいところに座って、片足ほどではないですけれども、限りなく土踏まずに近いところがついてる。俗に言う母子球っていうところですよね。親指じゃなくて親指から土踏まずの方に来たところですね。そこが設置してます。なので全然怖くないです。しかもこう揺すった感じも非常に軽いですね。両足ついても安心の塊、出ました。安心鎌足りです。はい、ではですね、ポジションどうかなというところなんですけれども、これもね、適当な場所に座ってる評論家多いんで、一番シートの座りのいいところですね、そこに今座りました。この状態でハンドルをまっすぐにします。背筋は地面と直角の位置になってます。この状態で腕をスッと伸ばします。そのまま下げてきます。そうするとグリップが手に当たる場所、ここがですね、指の
ちょうど真ん中ですね。これは僕が乗ってる CB650R とほぼ同じ。 CB はね、もしかしたらもうちょっと、もうあと1センチぐらい遠いかもしれない。ただ CB との大きな違いはハンドルの高さですね。 CB の方がもうちょっと低いですね。でここにグリップが当たるので、ここからここまで握ろうと思ったら下がります。どうでしょう、このくらいなので、そのくらいの角度の前傾の姿勢になりますね。背骨の角度でいうと多分10度ぐらい前傾してるんじゃないかなと思いますね。通常の状態ですね。で高速道路でもうちょっと後ろに乗って座面の広いところを使おうとしたら、もうちょっとこう前傾になってくるかなという感じがしますけども、あくまでも座りのいい場所に座って姿勢を正してスッと力を抜いて座った状態がこのくらいの角度になります。なので非常に楽なポジションではあります。楽なポジションではありますけれども前傾です。直立ではないですよ。前傾です。ステップの位置超ナチュラルです。僕は CB650R に乗っていますけども CB650R もうちょっと後ろですね。なので CB さんには申し訳ないんですけど、こっちの方が僕ポジション好きです。非常にねこれはいいですね。っていうのは同じ前傾角でもステップがこういう風に位置にあるとやっぱり手首とか肩とかに負担がどうしてもかかるんですよ。ニーグリップでずっと押さえとくってわけにはいかないんですね、長距離走ると。なのでニーグリップ、そして足、ステップ、そこら辺で状態をですね支えることができるので、このステップ位置素晴らしいと思います。逆に言うと少し前気味なのかなっていう感じもしなくはないですね。ただねこれ絶妙な位置だと思いますね。でさっき足をついた時、それもねほとんど邪魔にならないんですよ、ステップが。なので鈴木さんね、このステップの位置素晴らしいと思います。あとは長距離乗った時にこの前傾角、それからコーナーとかを攻めたり楽しんで走った時にこの前傾角がどういうふうに作用してくるかですね。その辺はですね、今日ワインディング奥多摩周遊道路を走りますので、そのレビューを見ていただくのと、それからファーストタッチ総評燃費報告という1日走った動画があるので、それをですね概要欄から見ていただけると全てわかるかなというふうに思います。まだ公開日前ってこともあるので、ちょっとね時間を空けてから見てみてください。それではですね102キロ取り回しをしてみたいと思います。まずは起こして押したり引いたりしてみます。できるだけ大きいバイクなので腰をですねバイクに密着させてやりたいと思います。若干向こうに登ってるかなっていう感じですね。せーの。まあ何も問題ないですね。どっちかっていうと軽い部類に入るんじゃないかな。で実はねこの腰に、僕の身長の場合この腰に当たる位置が絶妙ですね。実はなんですけど CB400 スーパーフォアに乗った時に低くてちょっとね当たる場所が非常に悪かった。でさらにレベルとか非常に低いんで実は体に当てられないですね。なんでこう離して扱うことにはなると思うんですけど、これだとこうお尻がバイクにつけたまま取り回せるので非常に安心感があります。出ました、安心カマターリー。ではハンドルを左に切ってぐるっと回ってみます。ハンドル切れ角も非常にあります。非常にハンドル切れる。こんだけ切れたら全然怖くないね。いやこの前ね乗ったねVFR800F、 あれやばかった。このかしか曲がんないからそれに比べたらこんだけ曲がるからね。
何にも怖くないですね。何にも怖くない。じゃあバックもお尻をつけた状態で下がります。いや全然怖くねえわ。スルスルだわ。全然怖くない。これはね、取り回し202キロあるけどそんなに怖くないんじゃないかな。まさしくね、安心の塊です。出ました、安心鎌足り。久々に連呼してるよでは反対いい？もう疲れちゃったちなみにバックするときにバイクに正対してこの辺を持ってこういう風に下がるっていうやり方もあります。そっちの方が安心っていう人も多いですね。はい、ということで GSX-8S 足つき取り回しポジションチェックいかがだったでしょうか。皆様の参考になりましたでしょうか。やっぱりね、背が大きい人だとこういうの気にしないと思うんですよ。ただ、大きすぎる、ね、180後半とかある人は逆に気にすると思いますけど、やっぱり気になるのはね、僕らぐらいの低身長、それから女性の方で、女性の方で分かりやすい、足つきインプレってほとんどないので、参考にしていただけたらですね、ありがたいかなというふうに思います。そしてですね、GSX-8S のですねレビュー動画は足つき取り回しポジションチェック、それからワインディング高速道路、そしてですねファーストタッチ総評燃費報告というですね4本の構成となっております。概要欄に全て貼り付けてありますので、ぜひご覧になってください。それ全部ご覧になられるとですね、GSX-8S ほとんどのことが分かるんじゃないかなというふうに思います。そしてですね、クリックしても公開されてない場合はまだ公開日前となっております。公開日を待って見ていただけるとありがたいかなと思います。インスタ等でね告知してますのでね、ぜひインスタ等のフォローもよろしくお願いします。そしてマサチャンネルはこの動画だけではございません。たくさん皆様のためになる動画アップしておりますので、この後流れるチャンネル紹介動画をご覧になられてよろしければチャンネル登録をお願いいたします。それではマサチャンネルこれにて失礼いたします。危ね。